鎖骨の下には静脈核っていう、鎖骨下静脈にねこう流れるリンパの最終出口があります。筋肉をね柔らかくしていくことによって姿勢の改善、そしてバストアップにもねつながっていきますので。はいどうも、世界一のセラピスト川上拓人です。本日はセラピストオンラインアカデミーの特別講座をやっていきたいと思います。ぜひですねこちらを見ていただいて、少しでもいいなとか勉強になったなと思いましたら、高評価、チャンネル登録、そしてコメントやシェア、保存などもぜひ皆さんやってみてください。そして翻訳もついております。下の翻訳ボタンを押していただきますと、世界中の言葉で翻訳して学ぶことができますので、ぜひ皆さんたくさん見ていただいて、関連ページもね、いろいろ概要欄に載ってますので、いろんな動画を見て勉強してみてください。では早速やっていきたいと思います。では早速実技をやっていきたいと思います。まずですね、鎖骨下筋をやっていきます。鎖骨下筋。鎖骨下筋は第一肋軟骨からそして鎖骨にくっついている筋肉です。第一肋軟骨から鎖骨にくっついている筋肉、ここですね。はい。なので、ちょっとね皆さん自分の胸を今もし触ってみていただければと思うんですけど、この鎖骨のだいたい始まり部分からクーッとこう鎖骨のね溝のあたりまでキュッとこうやってこう溝がありますよね。鎖骨の下の部分ですね。この溝をアプローチすればだいたい鎖骨下筋にね、しっかりアプローチすることができます。なので TOA でやった手技で言うと、例えばプッシュですよね。まずプッシュをしていきます。123 123、親指の面で取って優しく、あまりねぐっと力入れるというよりは少しね、優しく3秒で入れて3秒でゆっくり抜いていく。123 123、はい、これ今座りながらやったんで圧がそんなに深く入りません。でもこれだとねちょっとやりにくいっていう人は立っていただいても大丈夫です。ただここはね、背中と違ってぐーっと思いっきり強く入れてしまおうっていうわけではないので、ちょっと注意してみてください。簡単に軽くね圧はセーブしながらやっていきましょう。もちろんねしっかりめには入れるんですけど、そこまで背中とは違って強くやる必要はありません。でこれをやったら TOA でもね流しました。ここですね、溝のね間ですね、鎖骨の下の溝をこう流していきます。これ実は鎖骨の下のね、溝っていうのは鎖骨下筋っていうのもアプローチしてたっていうことですね。で鎖骨の下には静脈核っていう、鎖骨下静脈にねこう流れるリンパの最終出口があります。ここにもねちょっとアプローチしたいっていうのもあるので、ここすごく大事なポイントになりますので、ぜひ皆さんこのね、鎖骨下筋とリンパの静脈核、リンパの出口はここにあるよっていうのをしっかり把握した上でしっかりやってみてください。では続いてですね、この大胸筋ですね。大胸筋っていうのはこの鎖骨の部分から、この鎖骨の部分ですね、鎖骨のねちょっとこう胸あたりの部分から胸骨だったり肋軟骨沿いだったりね、お腹のあたりのところから腕にくっついている筋肉です。つまりこうなっている筋肉ですね。この鎖骨のところ、ちょっと胸側の方の鎖骨の部分と、胸骨のあたりから肋軟骨沿いだったり、お腹の一部のね腱膜なんかにくっついて、そこからこのね上腕骨に、くっついているような形のこういうような形です。これ腕をねこう動かしていく筋肉ですよね。腕をこう動かす筋肉に関わっているので、ここがねガチガチに関わってくると猫背になったり巻き肩になったり呼吸が浅くなったりします。そうするとやっぱりなかなかね、これ今コロナでねマスクをしている状況でなかなかこうね、呼吸が浅くなりがちなので、ここをねしっかり伸ばしていくことによって呼吸をしやすく、そしてね姿勢の改善、筋肉をね柔らかくしていくことによって姿勢の改善、そしてバストアップにもねつながっていきますので、この辺りのね筋肉をねしっかり伸ばしていきましょう。はい、ではですね、このね大胸筋をやっていくときに今度は立ちます。この立ってやる方法です。僕もねこれ現役時代ねよくねこうリンパの詰まりが結構ね激しい人、ちょっとむくみが気になってる人だったり、肩がねこう内に入っちゃってこう猫背で姿勢が悪くて呼吸がね浅そうな人にはやってた手技になります。この大胸筋のここの部分ですね、こちらから入っていきます。ここですね、大胸筋のこの辺りから入って、ここの腕のところまで落とす手技です。なので大胸筋もろしっかり伸ばすことができます。で肩もね落とすことができるんですね。まずは面でいきます。手のひらを全体に使って、面を使い、この大胸筋の部分ですね、そこから肩まで落としていくようなイメージです。でこの時にしっかり手だけでねこれ手だけで今やってる悪い例です。ではなくちゃんと体を使ってグッとで戻る。
体を使ってしっかりこうねやっていきます。でこの時に手根であまりねここをね圧入れたいんですよ。ここのへこみ、先ほど言ったこのくぼみにしっかり入れることによって実は小胸筋もアプローチできます。この小胸筋がここのね深いところについてるんですね。ここです。小胸筋がこの辺りの深いところについてて大胸筋の下にあるので、なんか表面だけこうやってやってても小胸筋アプローチできないんですね。なのでしっかりめにここからぐっとこのくぼみまではしっかり圧入れていきます。ただこのくぼみまで入れたとこの肩のね部分、関節の骨の部分にグンって当たってしまうと痛くなってしまうので、そっからは面で抜いていくようなイメージです。ただ肩をねちょっとね落としたいんですね。こっち側に肩を落としたいから面で入れて圧はほぼ乗ってないんですけど、この辺りからちょっとこうねグッと肩を落としていきます。でもしちょっと痛いようだったらお客様にもね確認しながらやってみてください。痛いっていう方もいますので、しっかりね肩を伸ばしてあげる。このようにポイントはやっぱりこのくぼみまではしっかり圧を入れて、その後しっかり抜いていくことですね。体をしっかり使うこともすごく大事なポイントになります。はい。でちょうどねこの大胸筋のところから入るっていうので、こっちからやる方法もあるんですけど、そうすると体の使い方がちょっと難しくなってしまうんですね。こうなんかね難しい動きになってしまうので、大胸筋小胸筋にアプローチしつつ、広い面で言うとさっき言った鎖骨下筋にもねアプローチできてます。メインは大胸筋ですね。はい、こういったアプローチの方法です。肩を落とす、そしてこの筋肉を伸ばしていって相手がね呼吸をしやすくやるように。でこれはね片面しかできないんですね。反対側にちょっと移動しなくちゃいけないので、その手技の流れの中で片面ずつですね、しっかりやってみてください。はい、これが面でいく方法です。続いてより深めにいく手技をお伝えしていきます。続いてはより深めです。このね3子を使います。ここの3子の面ですね。この3子の面を使い、よりさっきのね手のひら全体でやって大胸筋をやったよりも深く入れていきます。